作りかけなんですけど、動画見てみる？ショート動画作ってるんですよ、今。アホでもわかりやすい。兵庫県の斉藤知事の騙しのテクニックを小学生でもわかるように解説していこう。手塚は、戦前の神戸大水害のことを、アドルフに次ぐで何ページにもわたってその被害を書き続けるんですね。で、この長い穴、僕が、斎藤元彦が火の鳥のことを生命の尊厳とかで抜かしやがったことを、心の底から軽蔑してるのは、手塚が書こうとしたことは、差別だ言うてるけど、彼が兵庫で見た差別なんです。実を言うと、谷口正治が死んでいく赤ちゃんがかわいそうだと言っていて、その赤ちゃんかわいそうだ論が流行ったのを見てビジネスに変えたやつがいるんです。とある右翼坊主なんですけど。で、そしてそのビジネスが流行ったのは何かというと、日本の社会がエンターテインメントとして消費したあなたの知らない世界です。水子供養というのは流行るのは、ほんまここ50年あるかないかの歴史しかないんですよ。石屋さん、お寺屋さんのビジネスの種になっただけ。で、なぜビジネスとしてのマーケットができたかっていうと、あなたの知らない世界のオカルトブームがあったからです。で、そのオカルトブームにリアリティを添えたのは、オカルトブームが参照した谷口正治です。だから、リベラルとか左翼とか言ってる側が統一教会と戦わなきゃいけないっていうのは、そこにもあるんですよ。あいつらオカルトやん。賛成とオカルトでしょ。みんなカルトとかね、特にオウム真理教も30年ですけど、オウム真理教以降ね、みんなカルトとかね、狂信者みたいな言葉で語ろうとしてることは、オカルトなんですよ。で、そしてそのオカルトは、例えばパナウェーブみたいに白い服着てなくても、統一教会みたいに壺買うてなくても、普通にみんなさ、オカルト消費してるやん。今日俺は休みの日やから新聞買うてないけど、新聞にさ、星座占いも血液占いも載ってるやん。朝のワイドショー見てたらさ、エンディングさ、占いやん。上岡龍太郎めちゃめちゃ偉かったんですよ。テレビで心霊と占いの話をするなっていうの。その通りなんです。そんなもんが一般化しちゃダメなんです。で、参政党のそのネットワークの半分ぐらいがアムウェイネットワークだっていうのも、そこでそのアメリカオカルト、非科学っていうターム入れると、あ、ほんまやと思うでしょ。話あちこち飛ぶんですけどね。スピリチュアルな話っていうのって、僕は斎藤元彦のことを支持してしまう人たちもあれスピってるでしょ、あれ見てると。スピをね。さあ、例えばさ、事実ベースとしてね、井戸さんの財政に対して、文句つけてたのは竹内さんとか稲村さんなわけですよ。要は井戸さんの財政おかしい言うのは左側なんですよ。でもね、井戸さんの 0.8% の話が出てからね、井戸さん共産党になってんの、あいつら。で、井戸さんがその不正会計をした結果、左翼の連中にお金を撒いてたと。だから歩道橋におる連中だとか、喪服でデモするような連中は、その左翼利権や。俺ね、昨日ね、ちょっとね、これ、房江さんのツイートやけど、ちょっと房江さんに怒られるかもわからんけど、房江さんがね、昨日カウンター行って撮ってきた動画があって、これがね、とても象徴的やなと思ったんですよね。これちょっと見てて。まあ、よう音わからへんねんけど、書いてること見て。ヘイトデモ参加者を呼び止めて参加理由を尋ねたらフリーズしてしまった。丁寧に解きほぐしたつもりなんだけど、約4分間のフリーズは解けない。勇気を振り絞ってバグりながらようやく話したのは右翼なんです。の一言だったらしいんですよね。その様子を見ていただきます。私は右翼です。彼のものではありません。このような行為に納得して反対の意思を示すのは強い言葉を用いています。また、適正事故の方々に政治的に参加することは大きな音をするのであると思います。不快に感じられる方もいらっしゃると思いますが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。At this time, we apologize for the mistake. We are citizens of both sides of the nation. A discriminatory speech and demonstration is scheduled to take place in this area shortly. Discrimination is a serious act that causes individuals and can take lives. It is not acceptable, just like violence. Please understand our formal position is that we are innocent harmless. We may also make loud noises to drown out the hate speech so that it does not reach those who are being targeted. We understand this may be unpleasant for some of you. Thank you for your understanding. 通行中の皆様、大変お待たせしております。主張に賛成しているというこの付近で大切なデモが行われています。差別は人の尊厳を傷つけ、時に命を奪う深刻な行為であり、一例などと同様に決して許されるものではありません。このような行為に断固として反対の意思を示すため、強い言葉を用いています。また、差別的な方々に影
apologize for the disturbance. We are citizens opposed to discrimination. A discriminatory speech and demonstration is scheduled to take place in this area shortly. Discrimination is a serious act that harms human beings and can even take lives. It is never acceptable, just like bullying. To clearly demonstrate our firm opposition to such acts, we are using strong language. We may also make loud noises to drown out the hate speech so that it does not reach those who are being targeted. We understand this may be unpleasant for some of you. Thank you for your understanding. ご注文の皆様、大変お騒がせしております。私たちは差別に反対する市民です。これからこの付近で差別的なスピーチ、デモが行われる予定です。差別は人の尊厳を傷つけ、時に命を奪う深刻な行為であり、いじめなどと同意って決して許されるものではありません。このような行為に対して不平の意思を示すため、強い言葉を用いております。また、差別当事者の方々にヘイトスピーチが直接届かないよう、声をかき消す形で、大きな議論でお願いします。代理考える方にいらっしゃると存じますが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。スーパー、We apologize for the disturbance. We are citizens opposed to discrimination. A discriminatory speech and demonstration is scheduled to take place in this area shortly. Discrimination is a serious act that harms human beings and can even take lives. It is never acceptable, just like bullying. To clearly demonstrate our firm opposition to such acts, we are using strong language. だから、それで知り合いに声かけて、で、こんなんがありますんで、それで、自分の意思です。絞り出してやっとそれな。右翼なんです。僕ね、これを、ね、僕、ここにオカルトを感じてしまうわけです。それなぜかというとね、手に数珠はまってたことを思って僕はオカルトだって言いたいわけじゃないですよ。あそこまで房江さんだと思うんですけど、房江さんに、まあ、4倍速ぐらいの速度になってるんで、房江さんの喋ってるところっていうのは、ものすごく早口で何言ってるかよくわからないようになってます。それ編集でね、4倍速ぐらいになってるから。だから、房江さんの言ってることはうまく聞き取れなかったけども、なぜこのデモに参加したの？差別を売り物にする、この差別を売り物にするデモに参加したのっていう問いかけですよ。それを4分間彼はフリーズして答えられなくて、最後に右翼だからって答えてるんですね。僕はその叫びそのものにオカルト味を感じるんです。要はね、さっきのその井戸さんの話の後になんでこの房江さんのこの事例を出してきたかというと、あれ汚れたくないっていう叫びでしょ。要はその左翼というまがまがしいものに汚れたくないと。で、なぜそれが汚れることになってるかというと、例えば斉藤元彦の件もそうなんですけども、知事という明々白々たる権力者にこと上げするということは、通俗道徳としてはありえないことであるということでしょう。要は、その、一般常識という日本人の一般常識ということから考えると、上の人に立てつくということはありえないことだと。そのありえないことをもっぱらにしてる連中は、道徳からずれた汚れた連中であると。で、そのグループにいるとは、片時とも思われたくないと。いうのが、右翼だからっていう彼のあの一言にこもってるように思うのね。僕は善良であると。だからそれが、その反転していくとどうなるかっていうと、井戸さんのやったことは犯罪行為ですよ。犯罪っていうか、まああれは刑法でどうかなるわけじゃないから、まあでも違法行為ですよ。違法行為です。斉藤元彦が公益通報者保護法に違反しているように、井戸さんも違法行為です。地方財政法に違反しています。でも、井戸と斉藤の違いはどこにあるかって言ったら、現職の知事か現職の知事じゃないかってところにあるわけですよ。だからこれは思想じゃないんだって。単なる生理的嫌悪感なんです。普通、社会で、そのお金計算だけの世界ね、純然たる株構造の世界で言うと、前職の犯罪行為と現職の犯罪行為であれば、現職の犯罪行為の方が問題なんですよ。ただね、そこにね、通俗道徳が入ってくると、前職と現職やったら現職の方が偉いわけです。ものすごい、そこには無理な想定が入るので、自分は汚れていない側であるということを主張すると、井戸さんは共産党だった。井戸が作った利権に左翼が群がっている。菅野は左翼だ。という前提に立たなきゃいけない。で、自分は汚れていないということを一生懸命主張せざるを得ない。これね、手を変え品を変えね、いろいろあるんですよ。デモに対する忌避感ってのもそうでしょ。明らかかっこいいわけですよ。なんか、鍋倉くんが言うてたけど、渋谷のスクランブル交差点のデモあれええな。鍋倉くん言ってたけど、嫉妬するな。ナイスアイデアに。めっちゃかっこええやん。めっちゃおしゃれやん。めっちゃかっこええ、めっちゃおしゃれやん。でもあれ、
さっきの右翼だからとか、ここに術はめてなんかここになんかして、母親の経血の匂いが充満した子供部屋だけが世界の全てから言うと、あんなん不良でしょ多分。レイブっぽいのとか絶対無理っしょ。で、もうましてやさ、あんなことしてたらかっこええからさ、渋谷のスクランブル交差点やから周り3分の1ぐらいは外国人観光客で、外国人観光客からしたら普通にかっこええと思うからハイファイブとかするやんか。外国人とそんなんするなんておかしいとかになんでしょ。どうせ田舎の人からすると。いやもうそういう意味での対抗言論プリも含めて鍋倉くんと同じように僕はアイデアを考えた人に嫉妬しますけどね。すごい才能やと思って。今もうアマデウスみたいになってますけど俺今。なりますけど、ただもう田舎の人とかなったらもう今もうサリエルです。もうサリエリ菅野です。あんなんかっこいいことされたらもうどうしようと思ってますよ。でもその嫉妬こじらせて俺も金連になろうかなと。スクランブル交差点のような人混みの中で走るのは常識がない、共感は得られないとか言おうかなもうぐらい嫉妬してますけど。いや、要はめっちゃかっこいいし、めっちゃ、俺はもう才能に嫉妬するしかないなと思うけども、なんていうのああいうの無理なわけじゃないですか、田舎の人からすると。で田舎の人っていうかまあ、別に田舎というのはなんかこう、田んぼしかないとかそういうこと言ってるわけじゃなくて、人間関係でしか物事を考えられないやつしか生きてない地域に住んでる人はね、とかいう社会構造の中に住んでる人は無理でしょ。だからああいう行為も多分汚れなんだと思うんですよ。その母親の経血の匂いを充満した子供部屋が世界の全てみたいなね。学習机の左端がホルムズ海峡で、学習机の右端が日付変更線みたいな世界で生きてるやつはね、多分そういうことやと思うんですよ。そういうことでしょ斎藤支持者の心情って。だから、俺の限界地方政治に出てきたにセックスの部分に惹かれるわけでしょで、井戸さんは左翼やって、井戸がむちゃくちゃにしたとか言うけど、さっき俺ちょっと動画作ろうかなと資料作ってたんですよ。こうですよ。円グライスにすると。今、元彦が騒いでる井戸の違法行為って、こうよ。円グラフにすると。この赤い部分だけ騒いでんねん。青い部分は何も言うてない。この赤で騒いでる。これ誰の仕事なんこれは。でも、これでも井戸さんは共産党やって言わんといかんわけですよ、彼ら。この 0.8 ポイントさえなければ、25.4% にならなかったのに。一応、まずちょっと、まず作りかけなんですけど、動画見てみる？ショート動画作ってるんですよ、今。アホでもわかりやすいように。兵庫県の斉藤知事の騙しのテクニックを小学生でもわかるように解説していこう。7月13日、斉藤元彦知事は、井戸前知事の違法行為のせいで県の財政は危機だと長い投稿で訴えた。過去からの膿を出し切るとドヤ顔で宣言するのだ。しかしその投稿に添えられた県の資料をよく読むと、斉藤知事の主張が現実とかけ離れていることが見えてくる。まず知事の言い分だ。兵庫県には莫大な借金がある。県は毎年の予算から返済し続けている。県の毎年の収入のうち、借金の返済に使う金額の割合が 25% を超えると、国がその県は危ないと宣言する早期健全化団体になってしまう。これまで見逃されてきた井戸前知事の違法行為が今回新たに発見されたため、この数字が 0.8 悪くなり、このままでは 25% を超えてしまうと斉藤知事は説明する。では、違法行為で生まれた 0.8 は25のうちどれくらいの大きさなのだろうか。簡単な計算だ。0.8 割る25は 3.2%。つまり 0.8 は25のうちごくわずかだ。しかも、この 0.8 のインパクトが数年で消えることも、違法行為がなかったとしても、計算の上では25に届くことも、県の資料にちゃんと書いてある。つまり、井戸前知事の違法行為は、兵庫県の危機を生んだ犯人ではない。では犯人は誰か。それも県の資料に正直に書いてある。犯人は借金の利子、つまり金利だ。金利が 3% のまま続いた場合は、近い将来25を超え、2% のままなら超えない。
県の資料にはそう書いてある。ところが、25を超えて危ない県の仲間入りをしそうだ、と斉藤知事が書いたあの投稿の中に、金利という言葉は一度も出てこない。何度も数えたが、0回だ。はっきり言っておこう。井戸、前知事の違法行為は許されない。ただし、それが県の危機に与える影響はわずか 3.2%。残りの 96.8% は、井戸、前知事のせいにはできない。3.2% を騒いで、96.8% を騒がないのは、あそこに悪い奴がいると叫んで、自分の責任から目をそらさせるやり口だ。井戸、前知事の違法行為は許されない。しかし、県の危機を生んでいるのは金利だ。その金利と向き合い、返済計画を立てて実行するのは、今の知事、斉藤元彦の責任だ。斉藤知事、人の悪口はやめてください。悪口を言う暇があったら、自分の仕事をしてください。今のでいいでしょ。キャプションをね、わーって流し込んだだけで、キャプションがこう、文末の金属処理がうまいこと言って。なんですよ。で、この理屈がわからない奴がいてね、グロックがね、菅野くんが間違いや言うたから、腹立って、そのグロックのチャットって途中から参加できるから、グロックのチャットで AI を説教しときました。お前が間違えてる言うて。菅野くんは AI に否定されてる言うてんだけど、クソ生意気にね、グロック先生に教えてもらってよく読むんだよ。菅野くんは投稿の通り全くできたりできません。兵庫県のこの問題はとかわー言うとるから、ちょっともう本気出してね、本気出してものすごい議論したったんですよ。第一審の判定を誤りだと菅野氏の計算は正しい、撤回し謝罪するって。理屈で俺に勝てると思うな。もうちゃんと再発防止策まで命じましたから。このようなご判定が出た原因は何か、原因を証述し、再度同じ過ちを重ねるための再発防止策を述べよう。でもちゃんと根源的な原因があると、為政者の主張と市民の主張が走行するとき、フェアネス、そして何より冷静さと、どうしいな。はい、菅野でございます。その人は誰ですか？いや、知らんやん、そんなん。いや、まあなしに知らん人が電話かかってきてるんですけど、今。いや、そんなんやったら価値ないやん。どこの誰かもわからん人と電話で喋られへんやん。なんでどこの誰かもわからん人からのお願いを、ビブラート雅子なんていうさ、人からのお願いを俺が聞かなあかんの。ね、素性を明かすかどうかは知らんねんけど、今俺配信中やねんけど。いや、申し訳ないです。すまないっすよね。いや、あんたあかんって確認せんのでは、せやから大人は普通電話かけてきたらね、大人は今電話いいですかの一言から始まるんです。で、今日のね、2026年ぐらい文明が発達した社会に住んでいる西側先進国の市民というのは、テキストでも送れるってことは分かってるんで、テキストで送ってくるんですよ。相手の時間を奪わないために。あなたにはその一般常識が欠如しているんです。ビブラート雅子さん。で、その反省というのは誰の仕事なんですか？だってあなたがやるんだと僕はあなたの時間に付き合う必要ないですよね。電話切ってください。夕べの夜中の2時にもこいつ電話かけてきとんの。若いよ。俺と同い年ぐらいちゃう？もうさっき言った通りですよ。なぜ電話かけんねやろ。おっさんやで、これ。ビブラート雅子やけど。おっさんやったで、今。その自己愛をオブラートに包め言うてね。ガチョウはビブラート聞いとった。まあ、ええわ。そんな話はどうでもいいです。いや、だからグロックに説教してたっていう話です。もう端的にさ、どんだけ AI で頑張っても、これ小学校の算数やから。でね、元彦の巧妙さは、この数字を捏造してないのよ。元彦はこの数字のまま喋ってんねんて。で、この数字のまま喋って 0.8 が悪いって騒ぎ続いてんの。元彦はね、この数字のまま喋ってんねんて。で、これどういうことか言ったら、汚れたくないから元彦のことを認めてようとしたら、元彦に遊ばれてんねんて。こんな子供騙しで騙されると思われてんねんて。舐められてんねんて。あなたの知らない世界みたいな子供騙しでいけてると思ったら日テレのプロデューサーと変わらへん。いや、元彦はね、事態を理解してんねんて。で、ラッキー思てんねん。騒げると思って。
こんなん騙されてまうねん。だからもうね、ちょっとね、もうええ加減目覚ましなはれ。違法行為を見逃せ言うてんちゃうよ。違法行為は違法行為で責任取らなあかんよ。こうなってくるとね、まあ最後に言うときますけども、政治家の責任の取り方っていうのはやめることだっていうのはようわかるでしょ。井戸さんに責任取ってもらわなあかんわけ。違法行為やねんから。ね、違法行為をしたんやから井戸さんに責任取ってもらう。わかる。おっしゃる通り。わかります。でも、井戸さんの責任の取り方って何？今。井戸さん今何やめれんの？と思うとね、こっから先井戸さんのせいや、井戸さんのせいやって騒ぐ時の終着点がどこに行くかわかるでしょ。また死ぬで。井戸さん今からどうやって責任取んねん。責任取れってどないすんねん。やめろって今何やめれんねん。人間やめるって仕事しか残ってへんやんけ。生きることやめる言うて、一日2杯茶飲んでるんですけど、それ一杯にしますわって、それ責任取られへんねんで。いやさ、どんな遊びをしてんのっちゅうことですよ。政治家の言葉というのはね、流言、輪言汗のごとしと言うんです。一遍出たものは戻らないんですよ。何で遊んでるか考えた方がええと思うよ。これ元彦の日本語をベースにしてるんですよ。さっきのショート動画で見てもらったように。腹水盆に帰らず輪言汗のごとし、政治家の言葉というのは一遍出たら飲み込めないんです。それを県警組織暴力の言葉で言うと、気付けや上に生えた唾が落ちてくると思てへんのんかっていう一言になるわけですけども、輪言汗のごとしです。この路線で騒いだらどうなんねん最後。これでしかないわけ。人の尊厳を傷つけるのやめましょう。ほんまはね、もうちょっとね、もうちょっと10分間ぐらい稼げたんですがね、この話をしようと思ってたんですよ。手塚治虫の長い穴。まあこれは月曜日にもしますわ。この話をしたかったんですけどね、もうよろしいわ。ちょっとやりかけたからやろうか。月曜日もするかもわからんけども、月曜日火曜日にしよう。漫画としては失敗してるんですよ、この漫画。むちゃくちゃなんですよ、プロットが。てか、ストーリーとして崩壊してるの。これが載ったのがサンデー毎日だったんで、私服がそんなに自由でなかったっていうこともあったんでしょうけど、はしょりすぎなんですよね。で漫画としては失敗してるんだがね、ただこれがね、鉄腕アトムが終わった直後ぐらいに書いてると思うと、手塚の考えてたことが何なのかということがね、これ鉄腕アトムの連載を終えた直後に書いてるんですよ。で、手塚がね、今で言うたら誰っていう言葉がないぐらいの大家中の大家になっておきながら、国民的漫画家になっておきながら、いかに実験的なことをやってるか言ったら、手塚治虫はここで、この長い穴は明確に差別の物語なんだけど、よく考えてみると、鉄腕アトムも差別を書いてたんだよね。鉄腕アトムも延々プロットは全部差別なんですよ。てか、鉄腕アトムは差別の物語なの。で、手塚はよく考えてみると、アドルフに次ぐも、ブッダも差別なんですよ。ずーっと差別のこと書いてんねん、よく考えると。で、この漫画が失敗してるということが明確であるというと同時に、手塚は鉄腕アトムの昔から、それからジャングル大帝も差別ですからね。リボンの騎士もメルモちゃんも差別なんですよ。三つ目が通るも差別なんです。で手塚ってずっと差別について書いてるな。で、なぜ手塚が初期から晩年までずっと差別のことを書いてるかっていうと、彼が死ぬまで宝塚に生まれ育って、死ぬまで忘れることができなかった空襲の経験と戦争の経験だということがよくわかるし、この長い穴の中の主人公が、戦争はってわずか25年後の漫画ですけどね。わずか25年後の漫画で、戦争の話をよせとかもう思い出したくないとか言ってる当時の中年男性にそう語らせるのを見ると、戦争が生む差別とかいうか、戦争が正当化、差別を正当化することとか、ということが彼の原体系として抜き難くあったんだろうなってことはよくわかるんです。ちょっと、でね、さらに言うと、
こう手塚がすごいのは、実を言うと、左翼も在日朝鮮人問題をやってなかった時代の物語です。在日朝鮮人問題を左翼さえやってなかった時代にこれ書いてるの。含む共産党。てか、在日朝鮮人問題なるものは存在しないとして扱われていた時代。で、運動論的に言うと、いわゆる全共闘的な運動、左翼市民運動というものが、在日韓国朝鮮人問題、在日朝鮮人問題、在日朝鮮人問題をやらなければいけない。それから、在日中国人、在日台湾人問題をやらなければいけないというのは、安田講堂の事件が終わってから1年後、2年後です。火星島告発があってからです。火星島告発があってから、その日本の侵略戦争と植民地主義による外国、その近隣諸国に対する戦争犯罪及び、その結果としての在日旧植民地。で、だから、火星島告発75年よね。何年やったっけ ?71 年。だから、これよりもちょっと後なんですよ。すごいっしょ。鉄腕アトム書いて、ジャングル大帝書いて、やってたやつが、学生運動の最高の到達点と、よりもちょっと早く思想的な高みにおったんよ。で、この頃左翼でまともに在日韓国朝鮮人問題やってたのは大村収容所のことやってた鶴見俊介ぐらいで、左翼のメジャーな人々って在日朝鮮人問題は全然やってなかった。なんで俺は手塚にこだわり出してるか言ったらね、元彦が手塚治虫のテーマは生命の尊厳や言うてんねん。お前何読んでんねん。これが俺の今日の話のテーマ。汚れたくないというスピリチュアリズムですよ。手塚治虫のやってたことっていうのはとんでもなく思想的に先鋭的だし、そしてあえてセックスを書こうとするとかね。で、結局そこでやろうと思ったのは人間のカルマとしか言いようがないようなもの、業とか差別とかっていうところをえぐり出そうと手塚治虫ももがき苦しんでたと思う。それを見て生命の尊厳とか言うわけ。さ、メルモちゃんとかさ、ブラックジャックとかね、火の鳥とか出てきて、それは通り一遍読んでて、命とかってことが出てくるから、生命の尊厳とか言うんやろうけども、そんなこと言うてない。だって違うよ。だってブッダ読んでみよ、ちゃんと。あれ差別物語ですよ。鉄腕物語見てみよ。あれ、同時進行でアメリカの公民権運動を書いてんのよ。手塚治虫は。鉄腕アトムに固くして、あれ公民権運動ですよ。鉄腕アトムを日本人が夢中になってる時、太平洋の向こう側ではモントゴメリーバスボイコット事件とか、セルマの行進とかがあったと思ってみ。手塚が切り開こうとした地平って生命の尊厳とかそんな安っぽい話か。そんなもん白戸三平に書かしとけ。カムイ伝大好きで、トイレにカムイ伝全巻揃ってるけど、カムイ伝大好きです。そこの写真撮ってくるな。今ちょっとトイレ行ってくるな。今撮ってきたけど、撮ってきました。写真。トイレに置いてある漫画はカムイ伝です。しかも初版です。で、カムイ伝大好きですよ。カムイ伝は大好きだけど、俺がカムイ伝が好きな理由っていうのは、その、ストーリーとかではなくてね。そんなんどうでもええんですよ。そんなもん、松本零士とかに書かしといたらええんです。生命の尊厳とかっていうのは、手塚はそんなことをしようとしてるんだ。手塚が書こうとしたのは差別ばっかりですよ。ってな話を明日の朝刊チェックでやります。いや、横山光輝はそうじゃないな。横山光輝は逆の意味ですごいのよ。横山光輝は面白かったらそれでいいなんです、あの人。横山光輝はね、逆に、手塚の逆にすごいのよ。横山光輝はすごいの。だからね、あの人はね、多分ね、漫画、だから、まあ、横山光輝の時代はね、その漫画が一段下の文芸ジャンルとして思われていたからどうでもいい。多分彼は普通に漫画界のおさらぎ二郎やったんやと思いますよ。おさらぎ二郎っぽくない？小説家だったらおさらぎ二郎ですよ。流行れればそれでいいと。おそらくこれが流行るだろうと思って書けば流行るみたいな。
と思うとデビルマン、まあ話あちこち飛ぶけども、デビルマンが鉄腕アトムの文字通り鬼っ子であることがよくわかるでしょ。長井豪がデビルマンでやろうとしたこと、鉄腕アトムでやってるよね。手塚治虫。で、長井豪はそれを劇画にしたのは事実ではあるけれども、と思うと手塚治虫ってね、火の鳥のテーマが生命の尊厳ですとかね、ほんま俺あれ一番腹立ってんねん俺。手塚そんなこと言うたか。わかる俺が嫌いなもの。手塚を生命の尊厳とか言えてしまう連中。いや、それでね、で、なんでそこで怒るかって、松本さんがあれで怒った理由っていうのは、この間の歌の件もそうやけども、それって、兵庫県の県民としての不幸な記憶の類推なんです。で、これちょっと明日しようと思ってる話の頭足になるんですけど、なんとも思ってへんと思うよ。なんとも思ってへんし、多分、神戸の市議会議員とかが歩道橋見に来てるかもわからんけども、県庁前の1号館と2号館の間の山間側の角で、吉田が話をしている罪深さってわかる？多分神戸の人も覚えてへんと思うし、俺は神戸出身でもないし、逆に言うと兵庫に縁もゆかりもないから知ってるんやけど、あそこ、吉田が背中にしてるところ、孫文が大アジア主義っていう演説をした場所なんですよ。それだけじゃないんです。1号館と2号館の間の坂ずーっと登っていったらね、神戸の人も忘れてると思うけど、今、施設、建物は残ってますよ。移民館っていうのがあるんです。みんな中華同文の話するけど、その中華同文の先、移民館っていうのがあったんです。その移民館って今移民言うてるけど、移民館ってどの移民か言うたら、来る方の移民ちゃうで。行く方の移民。全国各地の貧しい農村の人たちが神戸に集められて、その移民館で1ヶ月ぐらい研修受けてから、神戸港から船乗ってブラジルに移民してたんですよ。日本人が貧乏で移民を出してた頃です。そうです。今の元町の駅のことを三宮言ってた頃です。吉田が前向いて、どうのこうの言うてる坂道を、これから日本を貧しさゆえに離れて、ブラジルへ行く人たちが研修を受けるために登り、そして研修が終わったら船に乗るために下がった坂道を見ながら、吉田はあんなことを言うとるんです。ちなみに、船による移民は70年代の中頃で終わるんですけれども、飛行機による移民は1994年までやってたんです。1994年までやってたよね。政策としての移民って。ついこの間ですよ。で、ちょっと待って、もう、ちょっと天井映るかな。この上にあるんですけど、俺の一番大事な本やから、本棚の一番上に置いてあるんですよ。映るかな。あ、ちょっとだけ映った。あそこにアドルフに次ぐがあるんです。本棚の一番上。俺の一番大切な本やから、一番上の一番左側のとこにあるんですが、はい、このシーンです。このシーン。手塚は、戦前の新生田川の大氾濫、神戸大水害のことを、アドルフに次ぐで何ページにもわたってその被害を書き続けるんですね。で、この長い穴、主人公、関西弁喋るんですよ。僕が、斎藤元彦が火の鳥のことを、生命の尊厳とかで抜かしやがったことを、心の底から軽蔑してるのは、手塚が書こうとしたことは、差別だ言うてるけど、彼が兵庫で見た差別なんです。そして人間のエゴとか、人間の社会のどす黒さとか、人間のいやらしさとか人間の醜さということを書くのは、彼が神戸で見た、兵庫で見た光景なんです。僕は兵庫県民じゃないからこんなこと言うのはなんですが、多分手塚治虫って兵庫県民にとっては郷土のヒーローでしょ。そして手塚治虫が差別のテーマ、災害のテーマ、戦争のテーマ、人間の社会の醜さのテーマで出てくるのは、彼が子供の時に兵庫で目撃した光景そのものなんですよ。それを生命の尊厳などという田舎臭い言葉で処理するという、その神経のなさが僕には
全く理解ができない。大胆やなき批判は空虚であるとよく言われますんで、例えば吉田、村上等々のヘイトスピーチを見て、兵庫県知事に僕が求めるのは何だかって。お前が今そこに立っている土地で何人死んだか分かってんのかと指をさして送ることです。ヘイトスピーチをあそこでやってる奴に対して指さして、お前が今そこで面してる道を歩いた人たちがどういう人たちなのか分かってるのかと問いかけるのが僕は兵庫県知事に求める対応です。まあ、高望みなのかも分かりませんけどね。せめてそれぐらいの人文的な教養というのは欲しいですわな。そして兵庫県民に訴えたいんですけど、ブラックジャックで、分かりやすいな。ブラックジャックで、鉄腕アトムで、ジャングル大帝レオで、アドルフに次ぐで、元彦手塚治虫が漫画に描いたらどんなキャラクターに描いてたかって考えたら分かりますよ。で、手塚治虫がそう描くキャラクターが手塚治虫の物語の中でどう処理されていくかってことを考えたら分かりますよ。ぜひチャンネル登録といいねボタンを押してください。